皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は激動する世界情勢の中で日本人のほとんどが知らずに来たことについて触れていこうと思います。特に3回目の世界大戦が勃発するかしないかで多くの専門家が議論していますが、そこで話題に触れられるのが旧約聖書に書かれている内容です。日本人のほとんどが知らずにいることとは何かというと、旧約聖書の内容についてです。聖書というと宗教に関連したことだという認識をしている人が多いのではないでしょうか。ところが事実は全く違います。そう思うのは無理もなく、世界の主だった宗教が旧約聖書をもとに始まっているからです。そしてこのチャンネルで頻繁に出てくるろくでもない輩たちはまさに世界統一政府を作ろうという計画を遂行中であり、その計画を完結するために今現在の出来事が起きています。世界で起きていることの背景を知ることは、その過程で私たちに降りかかる大試練を乗り越えるためには絶対に必要です。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、今回のテーマは非常に重要なこととなります。その理由は冒頭でも述べましたが、これから起きることを知ることによって準備や対策が可能になるからです。将棋でもスポーツでも相手が取る次の行動を知ることというのは、非常に有利な展開を生むことができるという意味で重要です。特に今世界で起きていることというのは、ほとんどが偶然に起きていることではありません。今回は旧約聖書についての詳細を取り上げていくのではなく、今話題になっている3回目の世界大戦は起きるのかどうかです。結論を先に述べると、起きる可能性がかなり高いということです。かつてアメの国のルーズベルト大統領は明言しています。それは、世界的な事件は偶然に起こることは決してない。そうなるように前もって仕組まれていたと、私はあなたにかけてもいい。というものです。ちなみにルーズベルトは、あのフリメのメンバーであることは知られており、この発言はフリメにとっては爆弾発言であるとも解釈できます。それがあってか彼の死は高血圧性脳出血とされていますが、謎多き死であることはまことしやかに語られています。真実は分かりません。このルーズベルト大統領の言葉が真実味を帯びてくるのは、アルパイクの暴露された手紙からも理解できます。このアルパイクという人は、ウィキペディアでも登場する有名人であり、フリメの一員どころか、アメの国のフリメの教皇と呼ばれるほどの人物で悪と魔が大好き者です。そのアルパイクがイタリア統一の三傑の一人であるジュゼ・ツィーニに送った手紙が暴露されました。この人物はイタリアにおけるイルミの重要人物と見られています。この手紙というのは、1870年1月22日にジュゼ・ツィーニがパイクに宛てた手紙に対し、1871年8月15日にパイクがジュゼ・ツィーニに返事を出したということになっているもので、1977年までロンドンの大英図書館に展示されており、所有されているとされていました。しかし今現在の大英図書館はその手紙の存在を否定していますので、現物を確認することはできませんが、1933年に出版されたオカルト真剣政治の中で引用されており、今となっては真実味が増してきています。というのもこの手紙のやり取りは1870年のことで、今から150年以上も前のことであり、その内容を引用すると、1回目の世界大戦は、イルミがロシアで皇帝の権力を打倒し、同国を無神論的共産主義の要塞にするために起こされなければなりません。大英帝国とゲルマン帝国の間でイルミのエージェント、工作員によって引き起こされた相違は、この戦争を煽るために利用されるでしょう。戦争の終わりには、共産主義が構築され、他の政府を破壊するために、また宗教を弱めるために利用されるでしょう。2回目の世界大戦は、ファシストと政治的シオニストの間の相違に乗じて引き起こされなければなりません。この戦争は、ナチズムが破壊され、政治的シオノニズムがパレにイスの国の主権国家を樹立するのに十分強力になるように起こされなければなりません。2回目の世界大戦の間、国際共産主義は、キリスト教と均衡を保つために十分に強くならなければなりません。そして、キリスト教は、我々が最終的な社会大変動のために必要とする時まで、抑圧され、抑制されるでしょう。3回目の世界大戦は、政治的シオノニストとイスラム世界の指導者の間に、イルミのエージェントによって引き起こされた相違を利用して引き起こされなければなりません。その戦争は、イスラムと政治的シオノニズム、イスの国国家が相互に破壊し合うような形で行われなければなりません。
一方、この問題で再び分裂した他の国々は、肉体的、道徳的、精神的、経済的に完全に疲弊するまで戦うことを余儀なくされるでしょう。我々はニヒリストと無神論者を解き放ち、その恐ろしさの全てにおいて、絶対的な無神論の影響、野蛮の原点、最も血生臭い混乱の原点を諸国にはっきりと示す、恐るべき社会的大変動を引き起こすでしょう。そして、革命家という少数派から自らを守らなければならなくなった市民が、文明の破壊者を駆逐するでしょう。そして、キリスト教に幻滅し、その瞬間から神格化された精神が羅針盤も方向性もなく、理想を求め、しかしその崇拝をどこに捧げればいいのかわからなくなる大群衆は、ルシファーの純粋な教義の普遍的な権限によって真の光を受け、最終的に公衆の面前に姿を現すでしょう。この権限は征服され、同時に根絶されたキリスト教と無神論の破壊に続く一般的な反動運動から生じるでしょう。というものです。ちなみに1回目の世界大戦は1914年、大正3年、7月28日から1918年、大正7年、11月11日に起きて、ドイツ帝国、オーストリア・ハンガリー帝国、オスマン帝国、ロシア帝国の4つの帝国が崩壊しました。第二次世界大戦は1939年、昭和14年9月1日から1945年、昭和20年8月15日まで続いた悲惨な戦いでした。その結果としてイスの国が建国されました。手紙の途中に出てきたルシファーとは、創造主に反旗を翻した堕天使の長のことであり、サタン、悪魔という意味です。つまりこの手紙の内容にある通り、2回目の世界大戦まで言い当てているという言い方もできれば、その通りになるよう世界中で工作活動をしてきたとも言えます。そして3回目の世界大戦をも予言している、もしくは予告しているし、その危険度は増してきています。今現在においてはシオノニストたちによって建国されたイスの国は、イスラム国家であるイラの国とアメの国が衝突することを狙っていると思われ、ガザガザ地区の非人道的な攻撃をやめる気配はありません。シオノニストという言葉を中東情勢の混乱する報道の中でよく耳にしますが、これはかつてのイスの国を再興しようというシオノニズムという思想を推し進める者たちのことを言っています。そのシオノニストというのは正統ユで始まりやで終わる人ではなく、偽物ユで始まりやで終わる人でもあります。ユダヤ教に改宗したものをユで始まりやで終わる人と言っているだけで、血統でいうところのユで始まりやで終わる人ではないところが理解を難しくしているところでもありますし、世界が混沌としている原因でもあると思います。彼らが目論む世界政府の樹立の過程では、人々を恐怖に陥れて世界政府、世界のリーダーを自ら求め従うことを約束することで完結すると手紙の中で言われています。そうです。彼らは世界中を恐怖に陥れる必要があるのであらゆることをしてきます。その恐怖とは、武力による恐怖、食糧危機から来る恐怖、財産がなくなるという経済的恐怖、疫病による恐怖などです。そのように考えると世の中で起きていることは理解できるのではないでしょうか。つまり恐怖を植え込まれることこそがポイントとなってくると思われます。恐怖は無知から来るものが大半と言われていますので、歴史を知ることはこれからを生き延びる上で重要なこととなる理由です。さらに補足しますと、世界中のユで始まりやで終わる人の 90% がアシュケ人と言われ、10% がスファラ人と言われています。前者が偽物、後者が正統と言われています。アメの国にいるユで始まりやで終わる人の 100% はアシュケ人であり、イスの国にいるユで始まりやで終わる人の 50% がスファラ人です。そして日本人の 40% がスファラ人と考えられています。もちろん諸説ある話ですので仮説と考えても良いと思います。しかしこの仮説に基づいて世界で起きていることを見ていくと辻褄が合ってくることが何とも不思議に思えてなりません。反対意見ももちろんありますしあってもいいと思いますが、真実を知られたくない勢力もあることを踏まえて物事を理解する必要が出てきます。その勢力はもっともらしく反論し情報撹乱を行うのが世の常です。私は真実を追求する姿勢はある程度必要と考えていますが、第一優先は自らに降りかかる試練をどのように切り抜けるかです。難しい議論は専門家に任せておけばいいのではないでしょうか。興味深いこととして世の中で起きていることに対して疑問を持ち始める人たちの一つのパターンとしては、学校の教科書に沿って教えられていたことの多くが嘘であることに気がつくことになります。私もそのパターンの一人ですが、
歴史を年号と出来事を暗記するだけのつまらない内容にしているのも歴史の真実から目を背けさせる思惑の一つであったのではないかと思います。先ほども言いましたが、重要なことは真実の追求も大事であることを前提に、これからを生き抜くために備えるということにあると思います。私たちには到底理解できない価値観を持った勢力がはるか昔から存在していて、今なおその思想を持ち続けて工作活動をしているというところに驚きしかないのですが、それは陰謀論などという低俗の話ではなく、少なくとも日本以外の国の人たちは旧約聖書の存在はもちろんのこと、内容についても熟知しています。それを日本人の大多数がそんなことがあるわけがないと馬鹿げた話で終わっているという現実は恥ずかしいことだと思います。それだけ日本という国が海という天然の要害に守られてきたことによる平和ボケなのかもしれませんが、はるか昔に血統を守る正統湯で始まり屋で終わる人が来たる日を待ち望むために日本に流れてきている現実があるわけで、結局は日本という国が世界の平和実現のためのキーマンになる可能性があるのかもしれません。いかがだったでしょうか。頭が混乱するかもしれませんが、世界情勢の乱れや多くの事件事故が起きているその背景には共通したものがあることを理解しないと謎が解けないようです。もっと言えばシナリオ通りにことが進行しているので、今後起こるかもしれない大惨事に対して私たち庶民は備えることができると考えることもできます。シナリオ通りに混乱を招こうとする者がいれば、それを阻止しようとする者もいることでしょう。そのことで大難が小難に収まるのかもしれません。最終的にはろくでもない輩たちは駆逐され、平和が訪れることは信じてやみませんが、その過程では何事もなく済むはずがありません。備えあれば憂いなしとはよく言ったもので、これから起きることに不安いっぱいで生きることはろくでもない輩たちの思惑通りになってしまいます。何が起きても対処できるようにしておくことが大切です。生き延びるという点で言えば、水や食料、日用品の備蓄は数年分必要です。そんなお金も保管場所もないという反論も聞こえてきそうですが、やるかやらないかを決めるのはご自身ということになります。私も決して経済的に余裕があるわけではありませんが、必要量を算出して毎月少しずつ準備にお金を回しています。保管スペースが足りなければ断捨離も必要でしょう。忘れてはならないのは、備蓄は自分や家族のために行うことであり、他人に言われてすることではないということです。この動画がこれからをどう生きるかを考えている方にとってお役に立てればと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。